皆さんこんにちは。お疲れ様です。年明けから東京はぐっと寒さが増しましたね。吐く息が白くなって朝の空気が少しだけ鋭くなる。そうかと思えば日中は驚くほど暖かくて、街角の梅はもう満開ときました。場所によっては気の早い桜がぽつりと咲いてしまったとか、冬と春が同じ道をすれ違ってどっちの番だっけと首をかしげているような、そんな少し不思議な1月の東京です。季節が落ち着かないと人の気持ちもどこかふわふわしてしまいますよね。厚手のコート着たまま春の匂いを嗅いでいるような、そんな感覚です。今回は引き続きそのもの小物の本からモチーフつなぎのバッグを編んでいきます。一つ一つのモチーフはそれだけ見ていると小さな正方形。でもそれが並びつながっていくとだんだんと物になっていく。バラバラだったピースが急に意味を持ち始める瞬間です。この工程が一番好きかもしれません。まるで点だった星が線で結ばれて星座になるみたいに、形が生まれる音というのか、静かに聞こえてくるような気がします。編み物をしている時間は手は忙しいのに頭の中は不思議と静かです。あっちゃん、ここで寝るの？早速ではありますが、ここで今日の一曲をお届けします。最近AI についてよく話題になりますよね。私のいる音楽業界も実はたくさんの AI に助けられています。私はどちらかというとアナログ派で、楽譜を書いて手で鍵盤を鳴らして遠回りしながら音を探すタイプです。でもだからこそ思うんですけど、 AI をきちんと知る必要があるんだなと。特にアナログを貫くためにも。編み物の世界もきっと同じかもしれません。近い将来編み図なんて簡単に作れてしまって、編み物の本の需要は減っていくのかもしれないですよね。音楽も同じで、ただ怖がって身構えるというより、流れをちゃんと感じながら、時代の流れですね、自分の立ち位置を探していかないと自分らしさっていうのが守れない気がしています。とはいえ、まだ音楽に関しては自分で書いた方が早いなと思うことも多々あります。 AI の音楽は得意なジャンルははっきりしてるんですけど、修正とか指示が意外と大変で、頭の中に浮かんでいる曖昧で輪郭のないイメージと理論とを音にするのはまだちょっと難しいんですよね。でも例えばアニメーション、私は絵が描けないし、アニメーションなんてもっと遠い世界です。それでもなんとなく頭に浮かんでいる景色を言葉にして渡すと AI はそれを形にしてくれる。理論がなくても再現できないイメージを作り出す力っていうのは本当にすごいなと思います。 AI の話はまだまだちょっと止まらなくなりそうなので、今日はここまでにいたしましょう。それでは音楽の方聴いてください。夕闇迫る路地裏、夜だけ明かりが灯る。色とりどりよりどり緑、一杯だけでいいから酔わせてほしいの。夜のとばり色の葉の味はどこですか？
ちごが美味しい季節になりました。そのまま食べてももちろん美味しい。でも今日はいちごシロップを仕込みます。いちごの水気を切って煮沸消毒した瓶に氷砂糖といちごを交互に詰めていきます。この氷砂糖を見ると子供の頃の記憶がふわっとよみがえります。プールの授業が終わった後、一人一粒だけ配られていた氷砂糖、なぜか特別なおやつのような顔をしてみんなで黙々と舐めていました。今思うとなんで食べてたんでしょうかね。地元の浜松だけでしょうか。あの冷たい甘さはちゃんと頭に残っています。あーちゃん、あーちゃんも氷砂糖？そして1週間後、瓶の中にはあの夏のかき氷を思わせるような色のいちごシロップができてます。ヨーグルトに入れてもいいし、牛乳で割ってもいいし、私は炭酸で割るのが好きです。冬の炭酸ってちょっと背中が伸びる感じがして、それがまたいいんですよね。なんかまた一曲かけそう。さて、つなげたモチーフの糸始末をしていきます。ここまで形になってくるとだんだんと不安が顔を出してきます。
あれ、なんだかブランケットみたいじゃない？ずいぶん大きいバッグだなぁと。嫌な予感というのはだいたい当たりますよね。何をやらかしたかというとですね、モチーフのゲージを完全に測り忘れておりました。以前このカバンの小さいサイズを編んだことがあって、今回は糸が太くなっただけのデザインだったんですね。まあそこで油断しましたよね。見事に裏目に出ました。ゲージを取るのは基本の木。それなのに私はなぜ測らなかったんでしょうか。多分前にも編んだから大丈夫、このくらいなら感覚でいけるはず、そんな小さな慢心がいつの間にか手を動かしていたんだと思います。編み物に限らず慣れてきた頃が一番危ない。手が覚えたと思った瞬間に一番大切な確認を飛ばしてしまう。しかしきれいにできたものよりこうして少し遠回りしたものの方が後から思い出すと不思議と愛おしかったりするのも編み物です。失敗は次に進むためのメモ書きみたいなものですよね。ちゃんと糸に記憶として編み込まれていくんですよね。もうポジティブになるしかない。本来は一辺 12.5 センチにしなければいけないモチーフです。測ってみるとですね、なんと16センチ近くもあります。驚愕です。針のサイズは合っているし、編み加減だけで4センチもずれるでしょうか。語表も探しましたが答えは見つかりませんでした。本当はモチーフの段階で針の太さを変える必要がありましたよね。まあでもここまで来てしまったらもう後戻りはできません。実際に持ってみても残念な事実がはっきりわかります。ご覧ください。大きすぎてクタクタです。体に巻きついてる感じわかりますかね。これまるでお坊さんの袈裟ってご存知でしょうか。お坊さんたちがかけてる、斜めにかけてるエプロンのことなんですけど、もう笑ってしまうくらい立派すぎるバッグができてしまいました。そしてどうしたかというとですね、もうこれはかくなる上は乾燥機にかけてしまえということで、水通しをして乾燥機にかけました。恥ずかしい。でもその後をぜひご覧ください。これだいぶ小さくなってすごく落ち着きましたよね。モチーフも一辺14センチまで縮んでます。この通りだいぶ使いやすいサイズ感になりました。とっても太くてすごい使いやすいです。持ちやすい。結果オーライということにしておきましょう。教訓。どれだけ慣れていても糸や針を見ながら必ずゲージは測ること。基本は何度失敗してもやっぱり基本です。じゃあお茶にしよう。今日はここまでになります。こんな失敗も含めて編み物はやっぱり楽しい。そして今日もまた一つ学びました。またこのチャンネルでお会いしましょう。それではまた。